皆さんどうも、せんちゃんです。今回は静岡から大阪までの旅の様子をお送りいたします。ぜひお楽しみくださいませ。まずは新幹線の中でお弁当を購入いたしました。おむすび弁当です。こんな感じでですね、結構美味しそうですよね。では早速いただきます。はい、まずはね、おにぎりからいきます。なんでかね、旅行中の食事ってすごく美味しいですよね。本当に美味しかったです。はい、あっという間に完食いたしました。そしてね、今日一日頑張る私にこれをということで、今日はねかなり早起きだったので、ちょっと元気を入れるために飲みました。はい、気づいたらですね、名古屋に到着しておりました。あっという間でしたね。本当に都会でね、ちょっとビビっちゃいました。すごかったです。ちょっと私そわそわしております。はい、こういうね風景がすごく落ち着きますよね。私はこういう風景大好きです。そしてついにですね、私ノートパソコンを購入いたしました。これでね、旅先でも編集ができるということで、かなり便利になりました。こんな感じで移動時間も有効活用してみました。はい、ということであっという間に京都に着いてしまいました。本当に早かったです。ここからはね、寝過ごすことができないので、ちょっとブーストを入れます。ちなみに寝過ごすと岡山まで行ってしまいます。はい、新大阪駅に無事に到着いたしました。これ普通に見えて実はね、迷子になってます。全然わかんなかったです。ではでは、ホテルの中で食べるお菓子を選んでいきます。やっぱりね、関西限定っていうのは絶対買いたいですね。はい、大阪に到着しました。全く今大阪湾がないところにいますではお土産も買ったので、そのままホテルに直行します。とりあえずね、こっちに来てみたんですけど、合ってるかどうかは分かりません。では大阪メトロ御堂筋線に乗り換えます。そしてホテルの最寄り駅本町駅に到着いたしました。はい、もう少しで駅から出れます。こんな感じで謎の道。はい、どんどんと地上を目指して上がっていきます。外に出たらね、雨は降ってなかったです。良かったです。はい、ようやく地上に出ました。暑い、しばらく歩きたいと思います。はい、そのまま歩くこと約数分。今回宿泊するザ・ライブリー大阪本町に到着いたしました。北と南と大阪城を結ぶトライアングルの中心に位置する観光に適したホテルでございます。モバイルチェックインが使えるので、スムーズにチェックインをすることができます。では2階に上がってチェックインをいたします。見てください、このおしゃれな空間、とってもおしゃれでした。無事にカードキーを受け取りましたので、お部屋の方に向かいます。とってもね、ワクワクします。この道が一番ワクワクします。では開けていきます。よいしょ。おー、すごい広そう。では探検をしてきます。ここは何かな。ここはお手洗いですね。すごいスタイリッシュな感じでシンプルです。部屋はこんな感じで、一番ね広いお部屋にしてみました。キングサイズのベッドでございますよ。いいね。ちょっと窓開けるかな。ここね、10階からの景色です。こんな感じで周りはビルが多いですね。すごい明るいわ。いい天気。窓を開けたらね、すごく雰囲気が良くなりました。とても素敵。あとはいい感じのソファーですね。すごい大きい。テレビもね、大きいのがついてます。そしてなんと水は3つ。素晴らしい。この下は何かな。これは冷蔵庫ですね。冷蔵庫。こっちはマグカップとかコーヒーも用意されてますが、私はコーヒーが飲めないので残念。ケトルはあります。ここにはね、ハンガーラックがあって何個かかけることができます。そしてね、お待ちかねのお風呂です。じゃーん。洗面台はこんな感じですね。鏡がとても大きい。そしてアメニティはこんな感じで、やっぱ3つありますね。さてさて、お風呂です。いいね。これぐらい大きいお風呂があれば毎日癒されるんだけど、っていうか今回私珍しくね、ジーパンなんですよね。ジーンズで来ちゃいました。シャンプーはこんな感じでおしゃれですね、全体的に。で、ここを開けるとベッドルームにつながってるという素晴らしい構造でございます。いいね。とても素敵でございます。素敵です。今日はここで仕事しようかなと思います。仕事がね、しやすそうな部屋を選んでみました。ここもちょっと開けてみようかな。すごい、かなり明るくなった。これはね、仕事しやすいよね。すごい。ではここで仕事をしたいと思います。はい、ということでお部屋紹介が終わりましたので、ワークをしていきたいと思います。ワーケーションなのでね、今回は仕事をがっつりとしていきたいと思います。で
でもこうやってねこう環境を変えるってすごくいいなと思います。やっぱりお家でずっと仕事してるとかなりこうなんだろう気がめいってきてしまうので、たまにはねこうやって環境を変えて仕事をするのもいいのかなと思います。はい、そして移動の方も極力人混みを避けてここまで来ました。感染症対策のために今回は夕食も朝食もホテルで取ることにしました。そんな感じでかなり気をつけて撮影を行っています。では仕事を始めていきます。はい、では夕食に行っていきたいと思います。行ってきます。夕飯はですね、ホテルの1階にあるレストランでいただきます。では素敵な夜に乾杯。そしてですね、めちゃくちゃ映えるのが来ました。すごくないですか？めっちゃおしゃれなんですよ。すごいおしゃれ。ではいただきます。この日のためにね、お腹を空かせた甲斐がありました。本当に美味しかったです。こちらは季節のクリームスープということでコーンスープですね。そしてもち豚のロースト、最後はデザートで締めました。とっても美味しかったです。ではホテルの屋上に来てみました。またしてもね映える空間がありましたよ。結構高いな。こんな感じでですね、素敵な景色をね一望することができます。夜景はねもっと綺麗なんじゃないかなと思います。こちらはですねバンケットスペースになります。チェックアウト後も使えるということでね、とっても便利です。ではお決まりのやついきましょうか。今回ねちょっと勢いがなかったので60点ぐらいとさせていただきます。とても反省しております。はい、今休憩しております。いいね、ふかふかのベッドがあると最高でございます。最高です。たまにはねゆっくりしないと爆発しますのででは疲れたのでねちょっとお風呂の準備をすることにいたしました。はい、頑張って洗っております。めっちゃ必死です。その間にねいろいろと準備をしていきたいと思います。こんな感じで旅行の時は小分けなものがすごく便利ですよね。で常にね美しくありたいのでこういうものも持ってきております。入浴剤入れます。泳げるわ。この後ねゆっくりと泳がせていただきました。気持ちよかった。では仕事をね再開したいと思います。でもねその前にこちらネギトロを食べます。ネギトロです。腹が減っては戦はできぬということでねしっかりと食べたいと思います。で本当にね旅先のおにぎりってね30倍ぐらい美味しいんですよ。ほんとびっくりですよね。ということでテレビをね BGM にしながら作業を頑張っていきたいと思います。ひたすらね夜まで作業頑張りました。ではそろそろ寝ようと思いますので歯磨きをしていきます。そして反省を生かして再チャレンジしてみたんですけど、どうでしょうか皆さん。80点くらいいただけますでしょうか。どうですか。では寝る準備が整ったようです。それでは皆さんおやすみなさい。はい、おはようございます。今日も一日頑張っていきましょう。まずはね洗顔で目を覚まします。かなり眠たいです。本当はねあと10時間ぐらいは寝たいなって多分みんな思ってると思います。ではお着替えをねどんどんしていきましょう。今回もねこんな感じでよくわからない服を着ております。しかもね何気にへそ出しなんですよ。これめっちゃセクシーじゃないですか。すごいですね。ではね顔面工事を始めていきます。これすごく重要です。それにしてもねこの柄がめちゃめちゃ気になりますね。これ何なんですかね。葉っぱですかね。はい、おはようございます。2日目の朝です。メイクなどが済みましたので朝ごはんを食べていきたいと思います。朝ごはんも昨日と同じレストランです。こんな感じでですねすごく映えるし美味しかったです。やっぱね朝から美味しいものを食べれるっていうのはねすごく幸せですよね。は
はい、朝食から戻ってきました。美味しかった。でですね、11時にチェックアウトなので、それまでに荷造りをしてちょっと仕事をして出発のね準備をしていきたいと思います。のびのびできてよかった、よかった。はい、チェックアウトの時間になりました。今回は初めてのワーケーションを動画にしてみました。いつもですね、お家の中に引きこもっていることが多いので、たまにはこういう感じでリフレッシュするのもいいのかなと思います。でですね、今回はあえて大きめのね、ちょっとお高いお部屋に泊まってみました。っていうのはなぜかっていうと、このコロナ禍でホテル業界がやっぱり結構な大ダメージを受けていますので、少しでもホテル観光業界のお役に立ちたいなと思って奮発していいお部屋に泊まってみました。はい、普段は本当に安さ重視で探すんですけど、今回はね広めでゆったりとした綺麗なお部屋にね泊まることができました。とても良かったですこの後も空いてる時間帯を狙って新幹線で帰りたいと思います。ということで今回はワーケーション Vlog でした。結構ねワーケーションプランがあるホテルもたくさんあるので、ぜひぜひ気になる方は調べてみてください。ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。せんちゃんでした。バイバーイ。